どうも、おかしんチャンネルです。はい、今日はですね、ちょっと思考を変えて機材の話じゃないんですけど、ちょっと先日訳あってグアム旅行にね行かせていただいたんですよね。あの自分今45歳なんですけど、人生でね2回目の海外旅行です。で1回目は高2ぐらいの時に家族で行ったんですよね、バリ島に。でまあもうほとんど記憶にないし、そもそも全部親が用意してくれてるので、なんか自分が何か決断したりとか選択したわけじゃないから、ほぼほぼ今回のグアム旅行はね初めての海外旅行みたいなもんなんですよね。で機材の話じゃないんだけど、ちょっとグアムで自然がどうとか料理がどうとかそういうことを僕が話してもしょうがないので、ちょっと気になった機材っていうとあれですけどものがいくつかあったので、ちょっとその話をさせてもらえればと思います。いつもと違う感じで肩の力を抜いて聞いていただければと思います。でまず最初にWi-Fi どうしようかなと思ってレンタルしたんですよね。でグローバル Wi-Fi っていうのが有名ということでそれを借りてみたんですけど、これも海外よく行く方には常識なのかもしれないけど、頼むサイトによってね値段が全然違うんですよね。でちょっとね自分のやってるレーベル全員でね今回行ったんですけど、初の社員旅行っていうことで最初に頼んだ人は1500円ぐらいとかで、僕も同じような設定で3泊だったんですけど、1日600メガの3泊4日プランで3500円ぐらいになっちゃうんですよ。でなんでこれ同じ設定なのに全然違うじゃんっていう話になってグローバル Wi-Fi に聞いてみたんですよね。そしたら結局出してる代理店によってその値段設定が違うからとしか言いようがないみたいな感じで言われて、で僕もいろいろ探して3泊4日で1700円ちょいっていうところから結局行ったんですけど、その後一緒にいたメンバーの中で1000円以下みたいなのを見つけてきた人もいて、なんかこれってどうなのかなってちょっとなんか僕こういうの大っ嫌いなんですよね。プラグインでもすっごいセールするじゃないですか。言ったらもはや定価で買う人が間抜けというか、最初の$300ぐらいのプラグインの値段を設定してでそれを50%オフだ何十%オフだってやって売るでしょ。なんかそれが当たり前になってるけど、なんか非常になんか僕は大嫌いですね、こういう商売の仕方は。でほぼ唯一と言っていいのかな、AOM さん、インビジブルリミッターのあそこはそのセールをしないっていうポリシーでもう全力で応援したいですね。大好きです。はい。そんなことあって、とにかくグアム行きました。で僕がねグアムで一番感動したことがね、ホテルにあったねドライヤーなんですよ。こちらの画像ちょっと分かりにくいかもしれないけど、ドライヤーのね側面あるでしょ。言ったら置いた時に地面というかここと接する場所、だいたいドライヤーって筒じゃないですか。そうするとここの部分がつくでしょ。ここがねゴムになってるんですよ。もうこれ見た時も大感動しましたね。っていうのは日本のドライヤーではそういうの一個も見たことない。でそこのグアムのホテルに置いてあったドライヤーだって言ったらね20年前から変わってないんじゃないのみたいな普通のドライヤーなんですよ。で強と弱しかない日本のドライヤーってなんか余計なものいっぱいついてるじゃないですか。ナノなんとかとかちょっとわからないけどいろんな効果があるとかイオンがどうとか。でもここの筒の側面にゴムがついてて滑りにくくなってるんですよ、要はグアムのホテルのドライヤーって。で皆さんもドライヤー例えばしまう時棚に置く時棚のこの間口が狭かったらちょっと落ちそうになるとか
洗面所のへりに置いたら滑りそうになるとかって経験絶対あると思うんですけど、ピタッと止まるんですよ、そのグアムのホテルのドライヤー。もう大感動したし、なんか日本ってそういうとこダメですよね。もちろんいいとこもいっぱいあるんだけど、そのドライヤーは強か弱しかないし、強にしてもね全然乾かないんですよだから性能はねはっきり言って全然良くないんだけど、ここが滑らないようになってるっていうその目の付けどころがもう最高だなと思いましたね。なんかグアムで一番感動したこと、まあその海がどうとかっていうこと以外でね、ドライヤーですね。はい。で2つ目に気になったというか、まあ良かったと思うのはね、これなんですよ。これトイレットペーパーのねロール、トイレットペーパーのこう入れるとこなんですけど、すごくいいでしょ。これね、壁から出てる金具にねこう刺さってるだけなんですよね。で何箇所かトイレもちろん行ったけど、大体こんな感じでした。で日本のトイレって変な蓋、謎の蓋ついてるじゃないですか。あれって何なんですかね。紙を切るためにあるのかな、ちょっと分かんないんだけど、結局別にあれ使って切っても別に綺麗に切れないじゃないですか。ちょっと皆さん思い出してほしいんですけど、綺麗に切れてる時って縫い目のところに当たった時であって、蓋があるからうまく切れるってわけでもないですよね。だからこのグアムのこの差し込むだけのトイレットペーパーのホルダーっていうの、これはもうすごいいいなと思いましたね。結局機械ってこう可動部分があるだけで故障の原因になるわけじゃないですか。だからね、シンプルだし、なんかいいなって思いましたね。このトイレットペーパーホルダーっていうのすごくいいと思いました。あとね、これはホテルのトイレはそうだったんだけど、例えば街に出て飲食店とか行くでしょ。そうするととか駅のトイレとかかなでね、ロールがね大きいね、これぐらいのロールのトイレットペーパーがねバーンって入ってるんですよ。それもなんかいいと思いましたね。交換の頻度も減るだろうし、で日本ってなんか1個入ってて上に入ってて横、それが終わるとガコンと落ちてくるみたいな、そういうの好きですよね。なんかグアムではねドーンってでかいトイレットペーパーのロールが入ってて、なんかちょっと目から鱗でしたね。すごい面白いなと思いました。はい。で次に気になったのはね信号なんですけど、ちょっと最初この動画をご覧ください。どうぞ。ね、面白いですよね。これ多分海外旅行よく行ってる方にしてみればもう当たり前なのかもしれないですけど、自分は初めて見てねちょっとびっくりしましたね。まずそのいわゆるグリーンライトじゃなくて白なんですよね。歩行していいよっていうのが。で見ていただいたら分かるけど、白というか青というか白になった瞬間にもうカウントダウン始まるでしょ、すぐ。でね、あっという間にね赤に変わるんですよ。びっくりするぐらい早く。それもね結構な大きな交差点でも、要するにね待ってて青になったというか、白になったら渡り始めるっていう人だけが渡れるタイミングで、ちょっと何十メートルか先からこう歩いてきてる人はねもう間に合わないタイミングなんですよね。でガンガンそれで何て言うんだろう、車で人がこうスクランブルになってて、その回転を速くしたいんですかね。なんかすごい不思議ですよね。面白いなと思いましたね。あとそう歩道も信号がない歩道がすごい多いですね。だから見ててドライバーとの呼吸を合わせてごめんよって感じでねこう渡っていくんですよね。ちょっとびっくり。こんな太い大きい交差点でも信号ないんだみたいなところが結構ありましたね。あとそう道路にさ、いわゆる中央分離帯というかこれグリーンベルトっていうんですかね、図で表すとこんな感じなんだけど、
道路の間にこう緑があって、ここにねエスケープゾーンみたいのがあるんですよ。例えばここにホテルがあって、道路右側通行だからこう出たい時とかにタイミング測りづらいじゃないですか。その時ここの干渉地帯に一回ヒュッて逃げるんですよね。でこう合流するって、ものすごいなんかいいシステムだなと思いましたね。こういうのちょっと日本では見たことないなっていうのが面白いなと思いました。はい。あとはですね、これも海外旅行をよくされる方にはもう当たり前の光景だと思うんですけど、これ非常口の EXIT 赤いじゃないですか。で僕これね2018年に日本に公開された映画で、僕はAmazon かなで見たんだけど、聖なる鹿殺しっていうね、すっごいまあ面白いって言うとあれだけど、すっごく印象的なね映画があって、これ皆さん見てない方、ちょっとね心理ホラーというかサスペンスというか怖いですけど、すっごくね印象に残る映画でおすすめです。この聖なる鹿殺しっていうか、とにかく不吉なムードがね漂ってる映画なんですけど、僕それを初めて見た時に、この非常口、病院のシーンがね結構出てくる映画で、非常口のね赤いランプがねすごく印象的に見えたんですよ。それまあトーンいじってその赤を目立たせてたのかもしれないけど、これね本当は僕緑のものをわざと赤に映像で加工して、なんかその不吉なことが起きますよ、これから血が流れますよっていうことで、ここ演出で赤に変えてると思ってたんですよ、その映画見た時に。外国行ったことないからね。そしたらグアム行ったら、あ本当に赤いんだって思いましたね。不思議ですよね。なんかそういうのって統一されてしかるべきじゃないですか。言葉のわからない人でも非常口この色って分かるべきなのに、そういう国際規格みたいなものはないんですかね。日本では緑じゃないですか。でもそう海外、そのグアムでは赤でしたね。そう印象的。はい、聖なる鹿殺し、面白いんでぜひご覧ください。はい。あとね、最後日本に帰る時に、そのホテルから空港までのシャトルバスみたいのが中心街、ね、多門から出てるんですけど、そのシャトルバスに乗った時に座席がね互い違いなんですよ。これびっくりしたというか、これもいいと思いましたね。これもごめんなさい、日本でもこういう大型バスってこうなってんのかな。もう全然旅行とかしないんで、本当もうねインドア野郎なんでね全然知らないんですけど、とにかくグアムの空港へのシャトルバスは左右の座席が互い違いになってるんですよ。だからここの人がパッてこう廊下というか中央の通路にねどっちも同時に出れるんですよね。これよくできてるわと思った。すごいいいですね。大賛成です。はい。そうですね。あとなんか泊まってたのはタモンっていう、もうほとんどのホテルがそこに集中してる一角みたいなのがあるんですけど、そこからねオプショナルツアーでココス島っていうところにね行ったんですよ、1日使って。でそれって日本でいうと何て言うんだろう、東京から江ノ島に行くぐらい50キロぐらいあるのかな、1時間ぐらいのね車の工程なんですけど、ぼーっとね車見てたんですけど、やっぱ日本車多いんですよね。なんか旅行行く前はなんかなんて言うんだろう、日本の勢いが落ちてるところをまざまざとなんか見せつけられるのかなってちょっとね思ってたんですよね。だけどそのココス島に行く1時間のドライブで、そうね8割ぐらい日本車なんかなって思いましたね。やっぱトヨタ多いし、日産、ホンダ、マツダで、あとはフォードとかもうヒュンダイとかちょこちょこあるんですけど、とにかくやっぱり日本車が多いなっていうのは思いましたね。別に嬉しいとか悲しいとかないんですけど、ただ多いんだなって思いましたね。はい。でちょっとグアムっぽい話もすると、そのココス島っていうところにね行って、パラセーリングと
あとジェットスキーとバナナボートっていうのをやったんですけど、パラセーリング一番良かったですね。おすすめです。僕あんまりね、なんかレジャーとか行く時なるべく前情報をね入れないようにするんですよね。だからパラセーリングやるって言った時、すごいねみたいな、やるねみたいな反応がちょっとあったんですけど、どんなものか全然知らないんですよ。本当に映像がなんか船に引っ張られて空飛ぶのみたいなうっすらとしたものしかなくて、行ってみたら要はパラシュートですよね。でそれをモーターボートで引っ張ってるんだけど、めちゃくちゃ高く上がるんですよ。でもう360度エメラルドの海って感じですっごい綺麗で、恐怖感あんまなかったですね。僕ジェットコースターとか乗れない人なんだけど全然大丈夫でしたね。はるかにジェットコースターの方が怖いし、なんか腹立ちますね。嫌いです。パラセーリングはすっごい楽しいので、やったことない人は本当におすすめです。でジェットスキーとバナナボートはね、なんか海面をすごいスピードで移動するっていう意味では似てるんですけど、ジェットスキーの方がね自分で操作できるのでちょっと面白いですね。でジェットスキーはねヤマハ製だったかな、あと川崎製もあったかな、あとパラセーリングのね引いてる船のエンジンとかもヤマハ製でしたね。ヤマハすごいなって思いました。はい、キューベースからジェットスキーまですごい会社ですね。はい、でね、そのココス島のツアーに行ったのはね、朝8時にホテルのロビーでピックアップっていうのでそのタモンっていうところに主要なホテルがいっぱいバババって泊まってて、そこでツアーに申し込んだ人をね順番に1個の番でピックアップしていくんですよ。で僕が行った時は10人ぐらいかな、だから34ホテル回って、で僕のホテルは8時ピックアップで何か所か回って8時半ぐらいになったとして、そこからスタートして9時半にはもう船着き場みたいなところに着くんですよね。グアムの一番南で、そこからちょっと待ってて、他のバンとかも来るの待ってて、でその連絡船みたいのでココス島に行くんだけど、これはもう10分ぐらい、もう最高に綺麗ですねこの辺で。そうすると9時45分ぐらいにはねココス島に着いたんですよ。でそこで説明を受けて、3つのそのやることがあったから、で10時20分からパラセーリングだったかな、で30分弱で10時50分ぐらいに戻ってきて、で11時5分からバナナボートで20分15分、まあ15分ぐらいで続けて、僕はその続けざまな時間割だったのですぐジェットスキー乗って11時45分ぐらいにはねもう全部やること終わっちゃいましたね。で半日ツアーで申し込んでる人はそれお昼の船で帰っちゃうんですよ。で自分はその丸一日いましょうみたいなのに申し込んだから3時半ぐらいの船までやることがないって感じで、まあもちろんビーチ散策とかできるんですけど全然広い島じゃないので、ココス島行く方は半日ツアーでもいいのかなって思いますね。はい、そうで、あとちょっと面白かったこととしては、帰りの飛行機が17時10分グアム発で20時、日本時間で19時55分、グアム時間で20時55分なんで17時10分から20時55分っていう予定のフライトだったんですけど、まず出発がちょっと巻いて16時59分だったかなにはもう出て、で20時55分日本時間で19時55分着予定が巻いたんですよね。19時37分に成田に着きました。成田から大崎にね帰りたかったんですよ。でねその近くのバスが20時ね25分だったんですよ。で当然海外旅行ほぼ初人間だから成田の位置関係っていうか地図も頭に入ってないし、あとレンタルしてたねさっきのグローバル Wi-Fi も返さなきゃいけないから、19時55分着で20時25分のバス乗れんのかなって予想もつかなかったんですけど、
今なんかすごい良いシステムで、僕が使ったのはウィラーっていうピンク色のバスだけど、出発の20分前までキャンセルできるんですよね。なんで20時25分のバスに対して20時5分までは迷っていいので1回予約してみたんです。で結果としてその19時37分に成田に着いて、で荷物のキャリーバッグ、キャリーケースが出てくるまではちょっと手間取ってね、多分15分弱かかったのかな。それでも20時10分とかでしょ。でそっからレンタルしてる Wi-Fi を返すんだけどもね、ぶっちゃけね、その到着したフロアっていうか、あれ1階かなね、全部揃ってるんですよね。だから降りてきて荷物受け取って、パスポートでピッてやってすぐ出てきて、で Wi-Fi 返す場所もすぐ目と鼻の先で、もうバス停もそう出たところにあるんですよね。だからね、これからもしグアムに行く方がいらっしゃったら、グアムってことは関係ないですよね。その到着時間のね30分後のバスはね乗れるなっていうことが分かりました。今回ちょっとその飛行機が10分以上早く着いたんだけど、それでも自分はその成田の場所分かってない、地図分かってないから Wi-Fi どこで返せばいいんだとかうろちょろしてる時間があったので、それが頭に入ってれば30分後のバス全然乗れますね。で自分も結局20時25分の大崎行きに乗れて、もうサクッと帰ってこられたんですけど、なんか海外行ってから日本戻ってくると静かですよね。人もこうなんていうんだろう、静粛だし、街もなんか静かで、その看板とかもね、海外の看板って極彩色じゃないですか。一個一個がド派手で、なんか日本は全てが整然としてるなっていう、ありきたりの感想ですけどね。別にどっちがいい悪いとかじゃなくて、思いましたね。あとそう、グアムがおそらくその英語がもちろん日本語喋れるお店とかいっぱいあるんだけど、その英語にしてもカタカナっぽいというか、おそらくイギリスとかアメリカ行ったら自分聞き取れないだろうなみたいな英語と思うんですけど、グアムの人の喋る英語はなんかカタカナっぽく聞こえて、すごいね分かりやすかったですね。だから海外旅行鬼初心者の自分にはすごい優しい場所でしたね。そんなことで今日はねちょっと雑談という感じでお送りしました。あとそうですね、ナムショーで気になった機材、皆さんどうでしょうかね。自分はね一番気になってるのはAMS の RMX16 API のねランチボックス仕様で出るじゃないですか。まだちょっと開発中で第一四半期中に出せればみたいな感じの話だったと思うんだけど、ちょっと気になってますね。ぶっちゃけそのAPI500 シリーズに関してはね、また他の動画で話したいんですけど、僕は正直あんまりおすすめしないんですよね。もともとね API500 シリーズはね空間系こそやるべきだと思ってたんですよね。言ったらそのプリアンプとか EQ とかコンプとか主要なアウトボードをやるにはちょっと音の軽さが気に入らないんだけど、空間系だったらそこが気にならないんじゃないかなっていう想像ね、まだ使ったことないけどはしてたので、今回のその AMS のリバーブは正直ちょっと欲しいなと思っています。そんなことで今回は雑談でお送りしました。新チャンネルでした。このチャンネルではレコーディングの機材とか、これからプラグインの話とかもいろいろしていきたいと思っています。よろしければ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。以上、おかしんチャンネルでした。ご視聴ありがとうございました。